豆乳バナナ蒸しパンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は豆乳バナナ蒸しパンを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、バナナをたっぷり入れた蒸しパンを作っていきたいと思います。今回はですね、火も使わずタッパーと電子レンジでとても簡単に作れるレシピです。材料も手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。バナナ、無調整豆乳、ホットケーキミックス、蜂蜜、卵、サラダ油。今回はこちらの6つの材料で作っていきます。まずバナナなんですが、今回2本使ってきますが、賞味 200g になります。もし小さいバナナの場合は、だいたい 2.5 本ぐらい使っていただくといいかなと思います。そして今回使う豆乳は無調整豆乳を使います。こちらね、今バナナの豆乳なども売っているので、それを使っていただいても OK です。その場合は、蜂蜜の量はお好みで変えてください。そして今回はこちらのタッパーを使っていきます。大きさはですね、15cm×15cm の正方形のタッパーになります。こちらはですね、お持ちのタッパーを用意してください。容量で言うとこちらは1リットルのタッパーになります。ということで早速作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。まず今回はですね、ボウルとかね使わずにもう直接タッパーの中で調理していきます。さらにですね、こちら電子レンジで作るのでとても簡単なレシピになってます。ではまずこちらのタッパーにね、バナナをちぎって入れます。先ほども言ったんですが、バナナはね、賞味 200g 使うようにしてください。まあ普通のバナナで言うとだいたい2本ぐらいを目安にしていただくといいかなと思います。そうしましたらこちらのバナナを潰していきます。マッシャーかね、またはフォークで潰してください。もしね、あんまり熟れてないバナナを使うときは電子レンジで1分ほど加熱していただくと柔らかくなって潰しやすくなります。さらにね、甘みもアップするので、もしね、若いバナナを使うときは温めてみてください。はい、OK です。このように滑らかになるまで潰しましょう。そしたら続いてここに蜂蜜を入れます。今回ね、蜂蜜を加えてるんですが、こちらはお砂糖やまたはお好みの糖類を使っていただいて OK です。そしたらこちらをまず混ぜましょう。そしてよく混ざったらここにサラダ油を加えます。そして混ぜます。続いて卵を割り入れます。そして混ぜましょう。材料はね、一つずつ加えてその都度よく混ぜるようにしてください。そうすることで生地の混ぜムラがなくなります。そして卵がよく混ざったらここに豆乳を加えます。そして混ぜましょう。それでは続いてホットケーキミックスをふるって加えます。はい、 OK です。そしたらこちらをよく混ぜましょう。はい、 OK です。ダマができないようにしっかりと混ぜてください。そしたらですね、ちょっと周りについてる部分ですね、これをヘラで落とします。そして少し高いところから 2,3 回落として空気を抜きます。それではこちらにですね、蓋を乗せます。蓋を乗せるときはね、このようにずらして乗せてください。それではこちらを電子レンジ 600W で4分加熱します。はい、加熱が終わりました。じゃじゃーん。はい、こんな感じでふわっと仕上がってます。この加熱時間の目安なんですけれども、表面に生の生地がないのと、あとはね、側面も見ていただいて生の生地がついてないかチェックしてください。そうしましたらまたね、蓋を軽く置いて、そして少し粗熱を取ります。では粗熱が取れたのでタッパーから取り出します。逆さまにします。よいしょ。軽く押してください。はい、そうすると簡単に取り外せます。いきます。じゃじゃーん。はい、こんな感じで美味しそうに仕上がってます。それでは切りたいと思います。これは食べやすい大きさで OK です。それでは切っていきます。はい、こんな感じでふわふわに仕上がってます。これで完成です。はい、これで豆乳バナナ蒸しパンの完成です。こんな感じに仕上がりました。ふわふわに仕上がってます。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。いただきます。
もうね、バナナの甘みが効いてすごく美味しいです。ほんとバナナがねたっぷり入ってるので、バナナの風味が強いですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の豆乳バナナ蒸しパンのポイントです。まずバナナに関してなんですけれども、正味 200g 使いました。こちらはですね、バナナの大きさによって本数が変わってくると思うので、大きいものに関しましてはだいたい2本ぐらい、小さいものに関しましてはだいたいね3本ぐらい使っていただくとちょうどいいかなと思います。こちらはですね、量りがある方はしっかり計量していただくといいかなと思います。 10g ほどの誤差だったら大丈夫なので、だいたい 200g を目安に入れていただけたらと思います。そしてバナナを潰した後なんですが、材料を加えてその都度よく混ぜるようにしてください。きちんとね混ぜムラがないようにしっかりチェックしながら混ぜるようにしてください。今回はですね、タッパーでそのまま作りました。こちらのタッパーは必ず耐熱性のものを使用するようにしてください。そして加熱時間に関してなんですけれども、こちらはですね、タッパーの大きさとか、あとはレンジの種類によっても適正な加熱時間が変わる場合があります。あとは生地の温度でも変わる場合がありますので、こちらの加熱時間に関しましては調整しながら作っていただけたらと思います。表面がまだ生っぽい時は追加で30秒から1分ずつ加熱していただくといいかなと思います。そしてあとはね、出来上がったら少し粗熱を取って、その後逆さまにしていただくと簡単に取り外すことができます。今回はですね、シンプルにバナナしか入れてないんですが、こちらお好みでくるみとかナッツとか入れて作っていただいてもいいかなと思います。さらに豆乳はですね、無調整豆乳を使ってますが、こちらも調整豆乳を使ったりとか、あとはバナナフレーバーの豆乳なども売ってるので、そちらを使っていただくとよりバナナ感が強い蒸しパンになると思います。そういった甘さのある豆乳を使う場合は、お砂糖の量はお好みで調整して作ってみてください。材料手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は豆乳バナナ蒸しパンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。